あなたには困った時に絶対に手を貸してくれる人はいますか？千葉県柏市に住むエリート銀行員桜庭隆はこの日ある人物と連絡を取っていました。これからのことアイデアよろしく。これは数日後妻にあることを仕掛けるための準備だったんです。そして隆は実行するんです。妻を殺す計画を。愛すべき妻の殺害計画を企てるエリート銀行員。彼が連絡を取っていた共犯者とは一体誰なのか。それは彼のことを最も愛していた人だったんです。おっそっす。オムライス作ろうと思ってスーパー行ったら挫折するケンちゃんです。愛を探して3000里。やみやみ。今回は夫と共犯者が手を取り合い妻を殺害する事件なんです。もともとね幸せな夫婦だったはずなんですけど、一体何が起こってしまったのか見ていきたいと思います。理想の家族。遡ること3年ほど前の2018年、千葉県柏市が今回の事件の舞台。この年結婚9年目を迎える桜庭家は銀行員の夫桜庭隆と専業主婦の妻メイさん、そして3歳になる娘の3人家族でした。夫隆は非常に仕事に熱い人物、顧客に寄り添う銀行マンになるという高い志を持ち、その仕事ぶりはかなり優秀なものでした。そして妻のメイさんは近所でも評判の美人でした。住まいは1階に豪華なエントランスのある高級タワーマンションというまさに順風満帆とも言える家族だったんです。めちゃくちゃ幸せな夫婦じゃないのよ。いや、そうなんですよ。そしてね、夫の隆は奥さんにあることをするんです。同年2018年3月2日、この日の隆は頻繁に誰かと連絡を取っていました。これからのことをアイデアよろしくと隆が送信すると、一人でやらないでねと返信が。そんな暗号のようなやり取りを何度も繰り返します。隆の送信したアイデアとは何なのか、これは何かのサプライズの計画なのか。そして2日後の3月4日午後2時半頃、この日は長女を妻メイさんの実家に預け、夫婦2人きりでゆったりとした時間を過ごしていたんです。昼食を食べ終わると2人は隆が運転する車で娘が通う予定の保育園の見学に向かいます。愛する娘を預ける保育園です。メイさんは娘が保育園の制服を着ている姿を想像しながら期待に胸を膨らませていたんです。しかし彼女は知りませんでした。娘が保育園に行く姿をもう見ることができなくなってしまうこと。それは突然の出来事でした。車に揺られていたメイさんはしばらくすると睡魔に襲われ、いつの間にか寝落ちしてしまうんです。しばらくしてメイさんは何やら息苦しさを感じて目を覚まします。すると目の前に必死の形相で自分の首を絞める夫隆の姿が。この突然の出来事に我が目を疑う間もなくメイさんは息絶えたんです。車で寝て起きたらいきなり首絞められてるってさ、何もできないじゃないの。そうなんですよ。そしてね、隆はね、この後ね、あるね、驚くべき共犯者のもとに足を運ぶんです。衝撃の共犯者。車の中で眠りについたメイさんを突如として殺害した隆。実は彼のこの行動は全て計画通り。なんと隆はメイさんの昼食に睡眠導入剤を仕込んでいたんです。最初からメイさんを車の中で眠らせてから殺害することを決めていたんです。隆は手の中でメイさんを殺害した後、人目のつかない場所まで車を移動。車の目撃情報やアリバイを作るためなのか、辺りが暗くなるのを待ち、隆はある場所へと向かいます。その場所で以前からこの計画のことを相談していた共犯者と落ち合う予定だったんです。隆が向かった先は自分の実家。そこで待っていた共犯者は隆の母親でした。母親？いや、そうなんですよ。びっくりですよね。そこ止めないんだっていうね。そしてね、このお母さんと隆ね、2人でね、もう妻殺し計画を企てていくんです。隆は実家で待っていた母親の手を借り、あらかじめ裏庭に掘っていた穴にメイさんの遺体を埋めて隠したんです。できる限り遺体の匂いがしないように石灰もかけるという徹底ぶりでした。そして2人は犯行が明るみにならないようにあることを決めます。外出中に口論になり、カッとなったメイさんが車を降りたのを最後に行方がわからなくなったという設定で口裏を合わせることにしたんです。その後、犯行から2日後の3月6日、隆は千葉県警柏署を訪れます。ここで自首をするつもりなのか、そんなわけもなく隆はあるものを提出するんです。それはなんとメイさんの捜索願い。さらに隆の偽装工作には余念がなく、妻が出ていったというメッセージを母親に送ります。そしてメイさんのことを心配したメイさんの母親や友人らと共に街中でメイさんを探すチラシを配ったんです。こうして隆は何食わぬ顔で失踪した妻を必死で探す夫を演じたんです。クソ野郎だな。しかし隆はメイさんを殺害する前は彼女と愛する子供たちと共に順風満帆な生活を送っていたはず。なぜこれほどまでに愛していたはずの妻を殺害しなければならなかったのか。最悪な親子、本当に。
いやほんとそうっすよね、共犯者がね自分のお母さんっていうことから当時のマスコミはねそれをねマザコン殺人事件としてね報道したんです。そもそも高志はなぜメイさんを殺害しなければならなかったのか、そこに至るまでには様々な葛藤があったそうです。夫婦の葛藤。幸せだったはずの桜庭夫妻、実は2人にはある問題があったんです。それはメイさんの不妊。メイさんはなかなか子宝に恵まれず悩みに悩み抜いた上、2013年頃から不妊治療を行うことを決意。不妊治療とは妊娠することが叶わない女性に投薬や手術を行い妊娠や出産を目指す治療のこと。一般的に不妊治療を行ったとしてもすぐに子供を授かれるわけではないので根気と忍耐が必要なんです。さらに強烈な痛みを伴う注射を打たなければいけないこともあるので精神的にも肉体的にも辛いものなんです。メイさんはそんな不妊治療に耐えた甲斐あってか無事妊娠。2016年の秋についに出産を迎えることになったんです。そして彼女の出産は壮絶なものでした。流産寸前で帝王切開による出産だったことで困難を極めたんです。ですが無事にその困難を乗り越え長女を出産することができました。待望の我が子の誕生にメイさんはもちろん高志も大いに喜びました。高志はメイさんを支え家事育児を積極的にサポートしていたんです。そう、最初だけは高志は本来は仕事で高みを目指す男。そのため徐々に育児をメイさんに任せっきりになり協力的ではなくなってしまうんです。家のこともやれちゃんと。その反動で今まで分担していた家事育児がメイさんに一気にのしかかったんです。メイさんはたびたび SNS に高志への不満を投稿します。保育園探しを一緒にしてくれない、旦那はお酒を飲んでグースか寝ている。メイさんは極度のストレスと不満を抱え日々を過ごしていました。産後うつのような状態に始まり、思うように育児ができないストレスからかノイローゼの症状が現れます。なんと高志への暴力も見られるようになったんです。その後もメイさんの精神状態は悪化の一途をたどり、ついにある心の病に侵されてしまうんです。それは強迫性障害。強迫性障害、何ですか？そんな悩みさんのために本日のメトラキーワード。強迫性障害とは強い不安やこだわりによって日常生活に支障が出てしまう病気のこと。ドアに鍵かけたかな、鍋に火をかけたままかもと不安になって家に戻った経験がある方も多いと思います。強迫性障害になると戸締まりや火の元を何度もしつこく確認しても安心できなかったりと不安やこだわりが異常になるんです。強迫性障害になってしまう原因は特定されていません。しかし傾向としては妊娠や出産など人生で大きな影響がある出来事や対人関係や仕事のストレスがきっかけで発症する場合が多いと言われているんです。今回のメイさんの場合は過酷な不妊治療を経ての妊娠と出産、育児の苦労などが発症の原因となったと考えられます。強迫性障害は不安障害の一種とも言われているんです。一般的な例だと外出先から帰った際は何度も手洗いをし何度も風呂に入る、すぐに服を脱いで洗濯機に入れるなどがあるといいます。メイさんもこの強迫性障害によって極度の潔癖症を引き起こしました。そして家族にもその潔癖を強要し家庭内で厳しいルールを設けます。そのルールとは電気のスイッチは割り箸で操作しなければいけなかったり、手が触れる場所は常にポリ手袋を着用して触る、素手で触った場所は罰として30分以上磨き続けるなどの普通では考えられない非常に厳しいものだったんです。こういう病気だから仕方ないのかもしれないけど、これはさすがにちょっと息が詰まっちゃうわね。そうっすよね。こうしてね家族はね崩壊していき、高志はある決断をしてしまうんです。このルールで窮屈な生活を強いられることになった高志がこのルールを破るとメイさんは大激怒、土下座を求めることもあったそうなんです。メイさんはノイローゼだったこともあり、育児が思うようにできないと長女にも暴言を吐き、なんと眠らない長女をベッドに投げつけたことも。強迫性障害だということを理解しつつも日に日にエスカレートしていく妻の暴力。高志は愛する娘にも被害が及んでしまうことを恐れたんです。そして彼は決意したんです。妻を殺害するしかないと。なんでやねん。子供を守るために仕方なくってことだけど、許されることではないわ。もちろんですよ。もう絶対にね人を殺すっていうのは許されるべきことではないです、どんな理由があっても。ですがね、そもそもねなぜ母親をね共犯者にしようと思ったのか、その理由を見ていきたいと思います。息子のために。高志がメイさんの殺害を決意したのは実行日からおよそ1ヶ月前の2月12日。高志は以前から夫婦仲について相談していた人物がいました。それは彼の母親、ヨシエです。高志は妻を殺害することを考えているとヨシエに打ち明けるんです。この高志の言葉を聞いたヨシエは高志にやめるように言って聞かすのかと思いきや、なんと殺害に手を貸すことを決意。もう親子揃ってやべえな。
こうして親子2人の妻殺しの計画が始まっていくんです。2人は最初水難事故を装って妻を殺害する計画を立てます。たかしは計画に必要な道具をメッセージでヨシエに依頼。お金置いとくんで粛々となるはやで棺桶よろしく。どんなテンションで言ってんのこれ。棺桶とは食品業界の用語で業務用冷蔵庫のことを指します。実はヨシエは夫と共に自宅で食品加工業を営んでおり、業務用冷蔵庫を新たに購入しても怪しまれないと踏んでいたんです。たかしは水を張った棺桶の中でメイさんを溺死させるつもりでした。そして犯行発覚を逃れるため水辺まで遺体を持っていき水難事故を装うつもりだったんです。2人は LINE や手紙などでこのような暗号的やり取りを繰り返し少しずつ計画を進めていたんです。ですがこの水難事故の計画は後に実現不可能と判断し取りやめに。たかしはヨシエにこんなメッセージを送信します。これからのことをアイデアよろしく。そしてヨシエは新たな計画を立案するんです。それが今回用いられた失踪に偽装する方法。再び粛々と計画を進め始めた2人。ヨシエは時折こんなメッセージでたかしを励ましていました。タカちゃんのためなら何でもやるよ。おかんは悪魔にでもなる。いつもタカちゃんの味方だよ。もうおかしいだろこの教育。この言葉の通りヨシエは妻を殺害した後のアイデアを出します。ヨシエは実家の裏庭に穴を掘り、その穴に遺体を隠すことを提案。遺体が発見されない安全な場所は自宅の庭だと考えたんです。さらに穴を掘るためのスコップ、死体隠蔽のための材料も全て彼女が揃えました。そしてついに3月2日計画実行の日を迎えるんです。タカシは車の中で眠らせたメイさんを殺害し、母が待つ実家にその遺体を運びました。こうしてタカシはメイさんの殺害事件を徹底的に隠蔽して、この後は娘と平和に過ごせると思っていたんですが、そのいろんな偽装工作がこの事件解決の鍵になってしまうんです。タカシは捜査を攪乱させるため警察にメイさんの行方不明届を出していたんです。彼は警察にこの届け出をする際に、車の中で口論になって妻がコンビニで下車したきり帰ってこないと伝えていたんです。タカシの訴えを聞いた警察は早速メイさんの捜索を開始。しかし周辺の防犯カメラ映像を調べても事件当日に2人の乗る車からメイさんが車を降りる様子が確認できなかったんです。警察はこの違和感を見逃さずタカシに任意で事情聴取を行います。そしてタカシがメイさんを殺害した16日後の3月18日、事情聴取を進めるうちにタカシが犯行を認め、共犯者がヨシエだと話したことからついに2人を逮捕。容疑を認めた2人の供述から実家の裏庭を掘り起こすとメイさんの遺体が見つかったんです。その遺体の状態は変わり果てたものでした。腐敗が進み性別すらわからない状態だったんです。タカシは取り調べでこう話していたといいます。自首しようとも思ったが長女が殺人犯の子供になるのでできなかった。いえ、お前のせいだろ。今でも殺した妻の声が聞こえてくる。いや、これ母親が協力しなかったらさ、高志は奥さんのこと殺そうとか思わなかったんじゃないの、そもそもが。その可能性もありますよね。一人だったらできてなかったかもしれない。この裁判では母親の責任が問われる場面もあったんですが、二人はこの後一体どんな結末を迎えたんでしょうか。事件の結末。2人の逮捕の翌年、メイさん殺害事件の裁判員裁判が行われました。法廷に立ったタカシは時折涙を浮かべたり感情的になることも。一方でヨシエは終始落ち着いた様子でした。ヨシエはその動機について息子から頼まれて手伝ったと容疑を認め、旦那にバレたらまずいと思って埋めたと話していました。そして死体遺棄については認めたんですが、殺人の手助けをするつもりはなかったと一部の犯行を否認したんです。もう一緒だよもう。しかし裁判所は厳しい評価を下しました。メイさんを行方不明に見せかける計画は遺体を発見されてはいけません。つまり遺体を遺棄する場所が見つからなければタカシは計画に着手できなかったと指摘したんです。殺害を積極的に手助けしていて着量の余地はなく非難を免れない。こうしてヨシエに下った判決は懲役7年、殺人と死体遺棄の罪に問われたタカシに下った判決は懲役15年。殺害されてしまったメイさんは子供を思うように育てられず苦しかったはずです。メイさんは強迫性障害に苦しみながらも飲み薬を控えて2人目の妊活に取り組んでいたといいます。夫婦とは一人では背負いきれない人生の楽しいことも苦しいことも共に担い乗り越えるためのパートナーであるべきだと僕は考えます。メトラの皆さんはどう思いますか？